こんにちは。ここは苫小牧駅です。先ほど太平洋フェリーで苫小牧港までやってきて、路線バスに乗り継いでここまで来ました。今日は夕方出港するフェリーサンフラワーに乗って大洗港へ向かいます。ということで再びフェリーターミナルに到着です。サンフラワーは受付でチケットを発行するんだね。はい。自動受付機でチケットを発行します。飛行機のチェックインみたいな感じですね。乗船時間は17時30分からみたい。あと30分くらいあるし、お土産コーナーでも見てこようよ。17時30分になりました。早速乗船していきましょう。サンフラワーの乗船口は1番だね。苫小牧フェリーターミナルには乗船口が3つありますが、一番乗船口だけ待合所の外にあるんですよね。放送は待合所でも聞こえるから乗り遅れることはないけど、入り口に乗船待ちの人が並んで混み合ってたね。5分くらい待つとすぐにしてくるみたいなので、少し時間をずらしても良いかもしれませんね。名古屋の時も結構長かったけど、この連絡通路もかなり長さがあるね。連絡通路の窓から船が見えているけど、私たちが乗る船はまだ遠くにあるよ。苫小牧フェリーターミナルは3つのバースがあって、待合所がちょうど真ん中にあるので、1番と3番搭乗口への連絡通路は長くなっていますね。単純計算で船1隻分は歩く必要がありますよ。さっき乗ってきた基礎は200メートルだったから、歩くとかなり長く感じるよね。連絡通路の先があんなに小さく見えるのは船ならではかもしれませんね。見えているからわかるけど、これ曲がってもまだ通路が続いているんだよね。こうして歩くとその長さには驚かされますね。よし、ここを曲がればもう少しだね。うわ、通路が狭いからかとても遠くに見えますね。早く船に乗せてよ。やっと乗船できたよ。船の中は明るい感じなんですね。今回の部屋はスーペリアです。窓はありませんがシャワーやトイレは揃った部屋です。食べ物があれば1日こもれるタイプの部屋だね。サンフラワー、プラノは客室の鍵が乗船時にもらったカードになるんですよ。カードキータイプのドアなんだね。公式な使い方はカードに書いているのですが、開け方にコツがいるようです。室内はベッドが2つ並んだ部屋です。片方のベッドは後付けのようで移動できるタイプでした。奥の壁は丸い縁取りがされていてアートな感じだね。一瞬鏡かと思ったのですが、感覚的に少し奥行きを増してくれるような効果がある気がします。左のベッドの上には折りたたみのベッドみたいなものがあったね。使うときは乗務員を呼ぶように記載がありましたが、お客さんの多いときは使うんでしょうか。2人ならまだいいけど、3人だとちょっと窮屈そうだね。枕元には電源のスイッチとコンセント、小さな物置棚が設置されていました。枕元のスイッチは読書灯と、左側のベッドには部屋のライトのスイッチもついていたね。このスイッチは両方にあってもいいと思いました。基本的な設備としてはビジネスホテルと同じ感じだね。冷蔵庫、エアコン、トイレなどは揃っていますし、入浴用のアメニティ類も用意されているので、一日過ごして困ることはなさそうです。荷物を部屋に置いてデッキにやってきました。この船のデッキは船の後ろ側だけなんだね。中央部は上級船室の展望スペースになっているので、立ち入りができないようになっているみたいです。船のサイドに面したデッキが他の船と比べて狭いのもこの船の特徴かもしれません。転落防止対策なのかもしれないけど、横の眺めはプロムナードの方が良いかもね。隣には行きに乗ってきた基礎も止まっています。あちらも私たちの15分後に船内に向けて出港予定です。立て続けに大型船が出発するのは苫小牧ならではだね。苫小牧フェリーターミナルはサンフラワーが1日2便、太平洋フェリーが1日1便、シルバーフェリーが1日4便、就航していますので、国内でも有数のターミナルと言えます。よく見ると、太平洋フェリーの後ろに K のファンネルが見えるね。八戸に向かうシルバープリンセスですね。少し小さめな船ですが、大型船が3隻並ぶのはこの時間らしい風景です。反対側には樽前山が見えるね。残雪が春の北海道らしさを出していますね。隣にはフックシ岳と、うっすらと恵庭岳も見えます。手前の港にもたくさんの貨物船が止まっていて貨物港という感じだね。この船のように車両を積み込めるローロー船ですね。苫小牧港は内房貨物の取り扱いが全国1位ですので、貨物航路もたくさんあるようです。北海道の一大貨物拠点なんだね。出港までしばらく時間があるので、夕食にしませんか？確かバイキングがあるんだよね。お、かわいいボードだね。
バイキングは朝夕まとめて購入するのが良さそうですね。500円安いです。早速盛り付けてきました。バイキングは揚げ物や肉などこってりしたものが多い印象ですね。肉も魚もあってバランスは良いと思ったよ。サラダもデザートも2種類は必ずあったし。タコのマリネがあったのですが、さっぱりしていてとても美味しかったです。ご当地メニューは見当たりませんでしたね。大学芋のさつまいもが強いて言えば茨城かな。あとはソフトクリームが北海道。ミニラーメンとかもあったし、船のバイキングとしては十分楽しいと思うよ。気づいたら出港したみたいですね。あれ？出発は45分じゃなかったっけ？まだ30分ですが、作業が早く終わったのかもしれませんね。食べ終わったらデッキに行きましょうか。港がどんどん遠ざかっていきます。乗ってきた船より先に出港するのはちょっと寂しいかも。相棒を残してきたみたいな感覚でしょうか。午前に苫小牧に来た時と大体同じ方を見ていますが、時間が違うと見え方も全然違いますね。港内の水面に光が反射して絵画のようです。来た時と違って今はフェリーも止まっているからね。賑やかな港から離れていく感じがしてどんどん寂しくなってくるよ。ファンネルからは真っ黒な煙がもくもくと出ています。いかにも加速しているという感じで力強いです。それにしても黒すぎじゃない？多分出港の時だけなのでこういうものだと思いますよ。ちょっと気になるな。反対側に来てみました。手前には漁港、奥は住宅地といった感じかな。こうして見ると大きな港があるような景色じゃないよね。苫小牧港は世界初の掘り込み式港湾なので、もともと何もない海岸に港を作ったんですよ。それに苫小牧港と一緒に栄えたと言えるエリアは苫島と呼ばれる東側なので、今見ている中央部が港湾都市らしくないのは正しい感想だと思いますよ。苫小牧はもう少しで見えてくる製紙工場を中心に栄えてきたような町で、苫小牧の中枢機能もこの辺りにあります。確かに苫小牧にいると駅の近くの高い煙突がよく見えるよね。最近は苫小牧東部で工場などが栄えてきたこともあり、人口分布も東側に集中してきているとのことです。空港も近いし、アクセスとしては抜群だよね。さすがに北海道は寒いですね。そろそろ部屋に戻ろうか。ちょっと早いですが眠たくなってきました。この後部屋に戻ってシャワーを浴び、早い眠りにつきました。おはようございます。いた！棚の角にぶつかったみたいだよ。絶妙な位置にありますよね、この棚。朝食バイキングが始まっているみたいなので着替えたら向かいましょう。もうそんな時間なんだね。窓のない部屋だと時間感覚がずれますよね。カレーにしました。焼き魚に卵焼き、ホテルのバイキングみたいだね。たらこがあったので少し豪華ですね。夕食もそうだったけど、生ものがあると高級感が出て嬉しいよね。果物とかも最近は高いからちょっと久しぶりに食べるかも。カレーは中辛でスパイスが効いています。船ごとに味が違ったりするんですかね。食べ比べも面白いかもね。美味しかったですね。この後は何かすることあるの？船内イベントは特にないみたいなんですよね。あと5時間くらいで到着するのですぐですよ。それなら少し船内散策しようかな。プロムナードに来ました。大きな窓でとても明るい空間だよね。電波が入るからか、電話している人もちらほら見かけました。荷物がいつ届きそうとか話していたから物流関係の人なのかな。トラックドライバーかもしれませんね。お次は記念撮影スペースかな。制服も置いていますね。うさぎちゃん、着てみる？遠慮しておきます。給湯室だね。電子レンジここにあったんですね。ここはパネルコーナーですかね。記念撮影用のパネルもあるね。結局デッキに来ました。今日は霧が出ていて何も見えないね。風がないので揺れなくて安心です。することもないし、部屋でゴロゴロする。テレビでも見て暇つぶしましょうか。気づいたら大洗港に到着していました。18時間の航海は思ったよりあっという間だったね。半分くらいは寝ていましたからね。その分短く感じたのかもしれません。この船はバックで港につけるんだね。船尾にランプがあるのでそこから荷下ろしをするみたいです。牽引のトレーラーヘッドがたくさん待機しているね。ボーディングブリッジが接続されていきますね。ロボットアームみたいに動くんだね。大洗港のボーディングブリッジはタイヤがついていて空港にあるものとそっくりの見た目をしていますね。大洗に上陸です。大洗では何を見る予定なの？近くに明太子のテーマパークがあるので、とりあえずそこに行こうと思います。
レストランも併設されているので昼食にしましょう。美味しそうだけど大洗と明太子。ガルパンのパネルだね。大洗といえばガルパンでしたね。あちこちでコラボをしているのでパネルがたくさんあるそうです。一緒に写真撮っておく。ぜひお願いします。明太パークに到着です。屋根の上に赤い芋虫がいるね。多分明太子のマスコットだと思いますよ。美味しそうな見た目です。明太パークは主に明太子を製造する会社金福が運営する明太子のテーマパークで、明太子の製造拠点に併設される形で全国に6カ所展開しているとのことです。ホームページもポップな感じでとても可愛らしいね。展示は明太子の原料であるタラについてから始まり、明太子の製造工程まで網羅しています。ポップな見た目からは意外なくらい真面目な内容が書かれていて少し驚いたよ。全体としては小さな小向けのようで、キッズスペースなど家族連れに適した展示だと思いました。お腹が空いたし、早くフードコートに行こうよ。ということなので、明太子おにぎりを購入しました。大きめのおにぎりの中にはぎっしりと明太子が挟まれていました。値段は430円と少々高いですが、その分明太子の量も多く、納得の内容です。明太子をご飯でサンドしているくらいの明太子の量でとにかく満足できる内容でした。さて、次はどこに行きましょうか。マリンタワーとかカジキミュージアムとか色々見たと思うけど、まだ行きたいところがあるの？正直適当に歩いてあった場所に入っただけなんですよ。ほとんど行き当たりばったりなので疲れました。それに付き合わされる私の身にもなってほしいです。それはそうと、そろそろ夕ご飯の時間ですね。何か名物を食べたいのですが。お好み焼き。大洗名物、たらし焼きです。もんじゃ焼きみたいな料理で、土手を作らずに焼いて食べるとのことです。よくわからないけど、もんじゃ焼きってことはおやつみたいなものだよね。さっきおにぎり食べたのでこれくらいがちょうどいいです。そう言われればそうかも。でももんじゃ焼きもあまり食べる機会ないから、食べ方これで大丈夫か心配になるよ。おやつなので好きに食べればいいと思いますよ。そんなものかな？そんなものです。まあ美味しいしいっか。フェリーターミナルに戻ってくると、深夜便のサンフラワー、カムイが入港するところでした。暗いところに真っ青な船体がやってくるのは異質な感じで印象的だね。宇宙船みたいなどと言われていますが、こうして実物を見るとその意味がわかる気がします。船の形も塗装もこれまでの船とは違うから、見た目だけでも圧倒されるよ。乗船までは時間がありますし、飲み物でも買いに行きませんか？乗船ってことはあれに乗るの？はい。今日のお宿はサンフラワー、カムイです。そうか。買い物も済みましたし、待合で乗船を待ちましょう。乗船は22時30分だっけ？あと2時間くらいですね。テレビもありますしあっという間ですよ。乗ってきたサンフラワー、フラノが出港していきます。たった5時間で折り返していくんだね。大量の貨物を積んでいると思うと早いね。車のまま積み込めるのが速さの理由でしょうね。荷役の手間が格段に違うはずです。隣ではカムイの貨物取り扱いをしていますから、この時間は港が忙しいですね。ようやく乗船の時間だね。テレビしかなかったからかなり長く感じたよ。サンフラワーの深夜便は乗船開始が夕方便より1時間くらい早いので、出港前の船内での時間が多いんですよ。正直私もかなり眠たいので、船に乗ったらお風呂に入って早く寝ましょう。船室までは階段で登るんですね。見た目はすごく新しいけど、雰囲気は貨物船って感じだね。特別感があって私はこういうところかなり好きです。受付で鍵を受け取って客室へ向かいます。船内は落ち着いた内装でしたが、隣が車両後半のためか車の音が聞こえてきます。私の部屋は 5C42、入り口の近くの部屋です。部屋の間の通路はかなり狭いですね。人がすれ違ってやっとな感じです。いざ入室です。部屋はベッドと机のシンプルな感じです。ベッドの上には照明とテレビがあります。コンフォートなのでアメニティや洗面台などはありませんが、個室でプライベートが保たれます。荷物を置いてベッドに横になってみました。壁やドアが薄いのか、外の音が結構聞こえます。ちょうど車両の搬入をしていたので、車の積み込みの音が出港まで聞こえていました。乗船したらすぐ寝たい人は耳栓必須かもしれません。
洗濯物が溜まっていたので、コインランドリーで洗濯をしました。価格は洗濯が300円。乾燥機が60分100円でした。少しプロムナードを散策してみます。独特なロープを使った間仕切りが目を引きますが、それ以外は落ち着いた照明と内装でリラックスできる空間になっているように感じます。新造船ということもあってか、船内はとても綺麗で新しい匂いに包まれていました。洗濯も終わったので寝ることにしました。まだ出港前だからか、車両誘導の笛の音や車両のエンジン音がずっと響いていて、貨物船に乗っているような気分で眠りにつきました。おはようございます。時刻は10時30分。少し寝すぎました。この船にはレストランがないので、朝食などの時間を気にしなくていいのがメリットかもしれません。おはよううさぎちゃん。おはようございます。眠れましたか？部屋に入って風呂も入らず寝ちゃったよ。これからお風呂に入ってきます。船内は乗客が少ないからかとても静かでしたが、不思議と目の覚めるような空気感がありました。深夜便のターゲット層が貨物ということをひしひしと感じさせられるところです。私は今オットマン付きの椅子に座っていますが、この椅子はとても座り心地が良いです。少し大きくて収まっている感があるのと、足置きで足を伸ばせるのとでとても快適です。他の乗客にとっても居心地が良いのか、この区画は人気の高い場所になっていました。他にはサンフラワー、カムイの描かれたスペースがあり、自由に読める新聞などが置かれていました。こうして絵で見ても全面形状が独特なことがよくわかります。飽きてきたので部屋に戻ることにします。少し経って売店が開いたので、芋羊羹を購入しました。パッケージイラストが可愛らしいね。購入するときに知ったのですが、クレジットカードでも決済ができるとのことでした。船の上は電波がつながらないことが多いのに珍しいね。技術の進歩を感じます。ようくんそのままかじるんだ。切るものがないので仕方ないです。私も何か食べようかな。ということで自動販売機コーナーに来ました。冷凍食品の自動販売機は2台ありました。パスタに牛丼、カレーにドリアか。結局一番安いドリアにしました。味は美味しいですが、なんだか夜食を食べている気分です。食事と風呂以外することがありませんね。景色も海が穏やかだからあまり変化がないし、ちょっと飽きてきたかも。居心地の良い座席はどこも争奪戦ですからね。部屋にも窓があればよかったのですが。お客様にご連絡いたします。強風のためデッキを閉鎖しておりましたが、風が弱まりましたので、デッキを開放いたします。デッキに出る際は靴を履いてください。せっかくだし見に行こうよ。とても穏やかな海ですがめちゃくちゃ寒いです。ちょうど津軽海峡のあたりだから日没が綺麗に見えるね。こうして日没を見ていると一日中船の中にいたことを実感するよ。夜に港に着く深夜便ならではですね。それにしても水面が穏やかだね。ここまで波のない水面は初めてだよ。津軽海峡は荒れるイメージがあったので、こんな湖みたいな海面は驚きです。立花さん、寒いので先に中入りますね。日が沈むということは、反対で月が昇っているよね。とても綺麗だけど、後ろのデッキだと見晴らしは良くないんだよね。今日は満月か。長かったですがようやく苫小牧港に帰ってきましたね。2日しか経っていないはずだけどとても久しぶりに感じるよ。この船はバックで港に着けるみたいですね。サンフラワーも太平洋フェリーも出港した後なんだね。奥にシルバーフェリーだけ止まっているよ。あの船も少ししたら出港するはずです。本当に忙しい港なんだね。無事苫小牧に再上陸だね。まあ今日のうちに離れるんですけどね。今日のお宿はシルバーフェリーです。やっぱりか。ご視聴ありがとうございました。